概要。80年代のゲーム機ではファミコンの音源、パソコンやメガドライブの FM 音源、PC エンジンやコナミ SCC などの波形メモリがゲーム音楽に使われていました。制限が多い中でたくさん名曲が生み出され、僕たちの青春と共に歩んだ愛すべき音源たちです。時代が90年代に進み、コンピュータミュージックは生演奏が可能になり、一般の楽曲と変わらなくなってしまいました。同じ頃、僕たちは大人になり、前ほどはゲームに熱中することはなくなり、新しい音楽や古い音楽、様々なジャンルの音楽と過ごしてきたと思います。それは同じく大切な思い出となっていると思います。そんな月日から30年経って、あの時の青春の音楽をあの音源で鳴らしてみたいという思いが強くなりました。中の人は音源マニアではありますが、ピアノも習ったことはなく、小学校で縦笛を吹いたくらい、素人どころではなく音楽の知識はゼロです。やってみようと思っても、パソコンで音楽を作るのは耳コピしてデータ打ち込んでとてもハードルが高く感じられ、いくつかトライしようとしても難しそうで、僕も諦めていました。ただ、音楽の達人が作る楽曲を YouTube で見ては、あの曲を作ってくれないかなと願うだけの毎日でした。そんな中の人が今何曲か音楽を作って動画を上げています。きっかけはレトロミュージックエディターとの出会いでした。簡単そうなインターフェースで第一歩を踏み出すことができました。利用者も少なく、情報がなく、音を出すまでは多少かかりましたが、今では用意どんで2時間のちには楽曲が完成し、YouTube にアップできるようになりました。とても簡単であり、小学生でも2時間で楽曲作成可能になっています。使える音色は、ファミコンで出せる音はすべて、FM 音源は音色作りが厄介ですので200個音色を用意しました。波形メモリ音源は、ナムコ、コナミバブルシステム、SCC で利用された音色を用意しました。まず音色データを眺めてみましょう。あいうえお順で音色のイメージが湧く名前にしてます。この辺りは FM 音源です。強いて言えばこの楽器で命名しており、実際の楽器の音とは異なるケースが多いです。この後は FM 音源での打楽器音色です。ナムコ波形メモリ音色、コナミバブルシステムと SCC、最後に MSX やファミコンの基本音色です。レトロゲームではサンプリング音源をよく利用されておりましたので、基本的に使う音色は用意しました。また、一部熱狂的ファンがいる OPLL 系リズム音色もサンプリングで用意しております。当然自分で音色の追加やサンプリング音の追加も可能となっております。波形メモリ音色を作ってみましょう。波形で各種選択が可能です。波形メモリは3段階で指定可能です。小がナムコ基準となります。音色は LFO、音を揺らすや ADSR、ピアノのような音作り、設定が可能です。とにかく圧倒的に簡単です。可能な限り分かりやすく解説しますので、ぜひ一緒に音楽を作りませんか？そして作るだけではなく、あなたの青春の一曲を僕たちにも共有していただければと願っております。ざっくり概要をご説明します。環境整備からミディデータの探し方、演奏方法、YouTube にアップする場合は楽曲を華やかにする動画の作り方まで解説します。今回は専門用語は使用しません。僕も知りません。ただ3点だけ最初にご説明します。楽器の単位をトラックと言います。陸上競技のトラックをイメージしていただければ結構です。次に番号です。
ピアノの一番左のドを1番としますと、次のドは2番となります。次にパソコン音楽ではドレミファソラシドは C から始まるアルファベットで表現します。 C には左から2番目のドを意味します。ここではそんなもんだなくらいでご理解いただければ結構です。1、環境整備。これ以降初期設定を一通り説明します。後ほど動画を止めながら実行いただければと思います。最初にフォルダを作りましょう。画面表示は例です。今回いくつかのソフトウェアを利用します。概要欄にリンク先を載せておきます。順番にインストールしましょう。アリアマエストサをインストールしましょう。クリックでダウンロード開始。あとは順番に進めていただければ結構です。ドミノをダウンロードしましょう。これはインストール型ではないので、解答後フォルダに移動し、ショートカットを用意すると便利です。レトロミュージックエディターをインストールしましょう。ダウンロードし、OS バージョンに合わせてインストールしましょう。ショートカットを先ほどのフォルダに移動しておきましょう。ニューコム88をダウンロードしましょう。解答して先ほど作成したフォルダに置きましょう。レトロミュージックエディター音色データをダウンロードしましょう。GitHub からのダウンロードになります。英語画面ですが簡単です。ファイルを選んでダウンロードしましょう。解答して先ほど作成したフォルダに置きましょう。FM サウンドコンバータをダウンロードしましょう。GitHub からのダウンロードになります。右のコードボタンを押してダウンロード ZIP を押して解答して先ほど作成したフォルダに置きましょう。次は映像作成用ソフトです。ミディトレイルは OS バージョンに合わせてダウンロードしましょう。解答して先ほど作成したフォルダに置きましょう。ゆっくりムービーメーカーはダウンロードしそのままインストール。ショートカットを先ほどのフォルダに移動しておきましょう。最後に今後いろいろ仮ファイルを作ることが多いので添付フォルダーを作っておきましょう。お疲れ様でした。このようなフォルダ構成になっているかと思います。ではいよいよ楽曲を作成しましょう。2、欲しいミディデータを探す。欲しいミディデータを Google で探しましょう。はるか昔は自由にミディデータが個人サイトで作成されておりました。楽曲作成者に敬意を込めてヤマハのサイトなどで購入しましょう。動画公開について先に申し上げますと YouTube は楽曲公開がシステム上確立されており、楽曲作成者に動画再生に伴って作曲者へ還元される仕組みができております。購入前に視聴してみましょう。この時点でメロディーが自分のイメージに合っているか、特殊な音を利用している楽曲でないか、完成の地のイメージが湧くか、この辺りをチェックしましょう。3、ミディデータ入手。視聴してよしとなれば購入しましょう。500円しないくらいです。注意点ですが、電子ブックなどと異なりダウンロードはその時限りと思ってください。これ以降の作業でミディデータをいろいろ加工するので、オリジナルのデータは別フォルダなどに大切に保管しましょう。再度購入することになってしまいます。4、ミディデータを加工。これよりいよいよ楽曲作成に入ります。最初にドラムトラック問題について説明します。基本的には一つの楽器が一つのトラックにいます。サックスなら1人、ピアノとかなら和音が一つのトラックにいます。例外があります。ドラムトラックは数十のリズム音色が一つのトラックにひしめいています。鍵盤に各リズム音が割り付けられており、実際の音程とは関係がありません。例えば C に左から2番目のドはバスドラムとなります。楽曲編集ソフトレトロミュージックエディターはこれを分離し理解する機能がありません。これを分解する作業が楽曲取り込みごとに必要となります。慣れれば5分もかかりません。楽曲作成に使うソフトウェアはこの3つです。アリアマエストサは各トラックの音色確認に利用します。ドミノは主にドラムトラックの分解及び変換に使えます。レトロミュージックエディターはメインの楽曲編集に使うソフトです。データの流れを解説します。最初
初にダウンロードしたデータを別で保管し、加工用データを用意します。今回は原田知世さんの名曲「ロマンス」で解説します。アリアマエストサは一部不具合もしくはヤマハデータとの相性があり、そのままでは読み込めません。一旦ドミノで楽曲ファイルを開き SMF 書き出しという MIDI ファイルエクスポート機能がありますので、ロマンス1として MIDI ファイルを作成します。ここでアリアマエストサで再生可能になります。一旦 MIDI で再生してみましょう。ドミノに戻りましょう。ここからドラムトラックの分離作業を行います。まずはドラムトラックを見つけましょう。C にあたりにあるバスドラムとスネアドラムが定期的にあるので見ればわかると思います。とりあえずドラムトラック以外のデータを R で消してしまいましょう。一番音符が並んでいるところを探します。下から丸の数を数えてください。今回のパターンでは8個ですね。8個トラックを追加しましょう。上から選んで個別トラックにコピーを繰り返します。間違えたらコントロール+G で戻れます。5分かからないくらいです。丁寧にやりましょう。基本この繰り返しです。後半省略します。ここでまた SMF 書き出しで別の名前、今回はロマンス2で MIDI データを書き出しましょう。ここでドミノで表示されるテンポを確認しましょう。148ですね。メモしておきます。さて、お待たせしました。ここでレトロミュージックエディターを起動します。5、音色を選んでボリューム調整。ファイル、インポートで先ほど作ったロマンス1、ロマンス2を順番にインポートしましょう。ここで名前を付けて保存で保存しましょう。元のドラムトラックが2つあると思います。こちらはとりあえずミュートにしましょう。ドラムトラックに関しては音の長さは64分音符になっており、これでは音が鳴りません。コントロール+A で全て選択し、音調の調整で長さを長くしましょう。300、600程度が目安です。全部やってしまいましょう。きなこサウンドの中にドラムトラック割り付けという画像ファイルがあります。これを表示して左に表示しましょう。このトラックは鍵盤の左から2番目のドの下の子から始まります。表で見るとバスドラムですね。波形で PCM を選択します。音色で 1BC、バスドラム、WAV を選択します。この PCM が基準となる音程を設定します。表とファイル名に書かれている通り、オクターブ1、ベースキー B を選択します。残りは同じです。どんどんやっていきます。多少 PCM はある程度は揃えてますが、全てではありません。シンバル系は近いものを選びましょう。はい、ローが指定がある場合は登録の際にベースキーの上げ下げで音の高さを調節できます。ここから音色設定作業です。効率作業するために3つソフトを起動します。左はロマンス1を読み込んだアリアマエストサです。レトロミュージックエディターをもう一つ起動し、きなこサウンド内にある音色データ、マスター、RTP を読み込みましょう。これを真ん中に置きます。右にロマンス1、2をインポートしたレトロミュージックエディターを表示します。このまま再生すると、すべて PSG のすごい音が鳴りますので、ぐっと我慢です。まずは一つずつ音色を決めていきましょう。最初は MIDI に近づけて楽曲を作って、その後好きな音色でアレンジするのがおすすめです。では最初のトラックから始めましょう。わかりやすくするため BGM 止めます。アリアマエストサを見ます。最初のトラックの C4 あたりの音を出してみましょう。右上に音色の楽器名が表示されます。中心のレトロミュージックエディターから好きな音色を選びましょう。ここでレトロミュージックエディターのバグなのですが、キーボードで鳴らす音と演奏モードで流れる音が異なります。この音はどうかなと思いましたら、
右クリックでこのトラック以外をすべてミュートを選びます。再生ボタンを押してください。音が出ますね。この繰り返しでお好みの音を探してください。これがいいかなとなりましたら音色をコピーしましょう。ダブルクリックで名前が選ばれます。コントロール+C でコピー。右のレトロミュージックエディターの該当トラックでダブルクリックでペースト。同じように音色データをコピーしてペーストします。基本はこの繰り返しです。どんどんやっていきましょう。ここまでで音色の用意が整いました。次はボリュームバランスです。レトロミュージックエディターの特性として音色数が多いと音が割れる傾向があります。目安ですが、現在表示されているボリュームの5分の1程度で良いでしょう。とりあえず主旋律は30程度、その他は20程度にしましょう。忘れずにテンポを設定しましょう。画面上で右クリック。テンポ設定で148を入れましょう。ここまでできたら早速再生です。いろいろ課題が出ます。ボリューム調整がポイントになります。気持ちよく聞こえるレベルまで落とす作業を行います。FM 音源は高音域は音割れする傾向があります。対処方法としては音色を変える、もしくはコントロール+A で全て選択して1、2オクターブ下げるなどがあります。とりあえずこんな感じでしょうか。これをベースとして一旦保存しましょう。ただこれではミディを再現しただけでもう一工夫欲しいところです。ちょっと遊んでみましょう。 MSX パソコン風にします。主旋律を PSG に変えましょう。せっかくなのでデチューンもかけたいですよね。 PSG1 と PSG1 でチューン用音色を2つコピーペーストします。コピペしやすいように主旋律のトラックの一番左に2部音符を仮に貼ります。全音符をコントロール+A で全選択してコピー。 PSG を選んでコントロール A で既存データ全選択しデリート。コントロール+V でペースト。左の2部音符は取りましょう。でチューン用 PSG も同じ作業です。ボリュームも下げます。せっかくなのでドラムトラックを懐かしの MSX、OPLL 風にしましょう。OPLL リズム音はサンプリングで用意してます。順番に入れ替えましょう。音色の変更だけで大丈夫です。ない音色は諦めてミュートにしましょう。早速再生しましょう。いきなり MSX 風になりましたね。せっかくなのでここで次に作る動画のテーマを決めましょう。ナムコ波形メモリと FM 音源でロマンスを鳴らしてみたとかどうでしょうか。旋律をナムコ波形メモリに変えましょう。 FM 音源から波形メモリに変更します。波形メモリは小中大と選択可能で、ナムコ、コナミバブルシステム、SCC と再現ができます。ナムコ波形データをコピーしペーストします。ナムコ音源らしさを出すために2チャンネルのデチューンを作りましょう。音色をコピーペーストで2つ作ります。2つ目の音色のデチューン値を20くらいにしましょう。早速再生しましょう。良さげですね。ここから動画作成編になります。鍵盤映像音声をキャプチャ。先に画面キャプチャソフトを用意しましょう。バンディカムなどで大丈夫です。ここで忘れずにレトロミュージックエディターのデータをセーブしましょう。レトロミュージックエディターでいくつか音声オンオフを変更します。ドラムトラックは全てオフにしましょう。オフにしておいた元のドラムトラックをオンにします。ファイル、エクスポートでこの状態でのミディファイルを出力します。添付フォルダに加盟で例えばロマンス TR などでミディファイルをエクスポートします。ミディトレイルを起動します。ミディトレイルの画面操作は慣れが必要なのでとりあえずそのまま
マウス操作でいろいろ表示を変更できますが、変わってしまったらビューポイント1でデフォルトに戻ります。プレイバック、プレイで楽曲が再生されます。すべての音はピアノの音になります。これをキャプチャしましょう。次にレトロミュージックエディターを適当な箇所でキャプチャーし、音声動画データをキャプチャーしましょう。ゆっくりムービーメーカーで結合。ミディトレイルの動画とレトロミュージックエディターの動画ができました。これをゆっくりムービーメーカーで結合します。ゆっくりムービーメーカーを起動しましたら、映像と音声2つのファイルを読み込みます。レトロミュージックエディターの拡大率を 0% にして画面非表示にします。2つの動画のタイミングを合わせます。2つのトラックにカーソルを合わせると波形データがうっすら表示されます。この波形データの開始タイミングを合わせます。ゆっくりムービーメーカーは動画の左にカーソルを合わせて右に移動すると動画前のカットができます。レトロミュージックエディターの動画データの演奏開始前までカットします。ミディトレイルの波形データ始まりにレトロミュージックエディターの動画データの開始タイミングを合わせます。動画の最後を揃えます。ボリューム調整を行います。ミディトレイルは0に、レトロミュージックエディターは 100% にしましょう。これで動画を書き出します。パソコンスペックによりますが、実時間の2倍くらいで動画が完成します。お疲れ様でした。これで動画の完成です。作成したデータは個人で楽しむのも良いですが、ぜひ動画を公開されてみてはいかがでしょうか。これで楽曲と動画作成方法の解説は終わりです。この動画をご覧いただいた皆様が10代、20代、30代、40代と人生を共に過ごしたロックやポップス、ジャズなど僕が知らない神曲がたくさんあると思います。そんな神曲をあの音源で演奏してみんなにこんな神曲があるよ、そんな感じで教えてほしいと願ってます。私事ではありますが、中の人はがんのステージ4で頑張って治療中です。2週間ごとにある抗がん剤投与中の数日間は YouTube を見ることすらきつい時もあるのですが、音楽を作るのはとても楽しくて、音楽を作っている時は時間や痛みも忘れることができます。この動画を見ている世代の方も気がつけば人生の折り返し地点頃かなと想像します。 YouTube を見る側ではなく情報発信者として一緒に音楽を楽しく作って今後の人生を豊かにしてほしいと願います。また同じような病の方も音楽を楽しく作って毎日を楽しんでいただけたら良いなって思います。今回賛同者が5人くらいできればいいなと思いこの動画を作りました。皆様の動画を楽しみに待っております。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ高評価ボタン、チャンネル登録をお願い申し上げます。次の動画へのエネルギーになります。